こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日はこれを一つだけやれば人生が好転していくっていうお話をしたいと思います。このチャンネルでは私たち自身が、宇宙人そのものであるっていうお話とか、スターシードの話、あとは、スピリチュアル能力っていうのはもともと誰でも持ってますから、そういうテクニックっていうのかな、どういうふうにやったらいいかとか、ハッピーに生きるためにスピをどんどん利用していこうみたいなそういうチャンネルになります。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。たくさんいろんな動画ありますのでぜひ見てみてください。で今日は、あれですね、一つだけのとこでちょっとあと、ライトランゲージとね、前回の動画の方すごい反響いただいてありがとうございました。小さい時にね話してたとか、本当にこう無意識の時にやってたんですよね。だからもうね、スピ能力が誰にでもあるっていうのもそうだし、やってたんですよ。自分たちがこう何も考えてない時にすでにやっていた。だからもともと能力をやっぱり持ってるんですよね。だけど頭でっかちになっちゃってますから、なんで緩める、自分自身を緩めながら楽しんでいただけたらと思います。たくさんコメントもありがとうございます。で今日は、これを一つだけやれば、人生が本当に大きく好転していくってことですね。それをお話ししたいと思います。で皆さんこれ何だと思いますかね。これだけだと思うな。これが一番ねこうめっちゃ大事、だと思います。で、結論から言いますと、自分に対して優しくするっていうことなんですね。自己需要っていうことなんですけど、自分に対してね厳しい人多いんですよ、とにかく。皆さんどうですか？自分に対して厳しいですか？優しいですか？私はね結構厳しいんですよ。すっごい自分が自分に対して厳しくて、だからこそこれが言えるっていうことなんですけど、自分に対して優しくなったから人生好転してきたんですね。もうね、なんていうの、ダメ出しばっかりしちゃうし、できない、だからパターンがすごいよくわかるんですよ。うまくいかない理由とかもすごいよくわかるんだけど、なんでかっていうと、自分が自分に対して厳しいんですよ。ダメ出しをするから動けなかったり、何かやった後も自分が自分に対してでももっと頑張んなくちゃいけないとかっていう感じで、結構課題をね自分に対して課してて、ガチガチに自分自身をしちゃってるから動けなくなってるっていうのもあったりするんですね。だから、自分に対して優しくすることによって本当に人生が好転していきます。こんなことかって思うかもしれないけど、本当にね圧倒的に厳しいんですよ。どう考えてもね厳しい人が多い。で社会でこれはさ、やっぱり皆さんが悪いとかっていうことではなくて、私が悪いとかじゃなくて、社会で親が悪いとかっていうわけでもなくて、やっぱり社会的なものだったと思うんですね。今までは社会がね、私たちが今まで生きてきた時代ですよね。そこはやっぱり自分に厳しくあれっていうことを教えられてきてますね。だからで、あとは親もそういう教育を受けてきてるから、やっぱり厳しくなっちゃうよね。こうあるべき、なんか世間体とか気にしたりとかで、それを私たちにやっぱり言ってきてるから、それがもう染みついてきて、そうできてない自分に対してダメ出しするとか、学校とかもそうですね。学校とか、職場とか、とにかくそういうとこでちゃんとしないという、なんか自分をね作り出してるんですよ。要はここに自分がいるんですけど、もう一人の自分を作り出していて、その自分がちゃんとした自分みたいな感じなんですけど、ここと自分とのやっぱりギャップがあって、ここができてない自分自身に対してすごいダメ出ししちゃうみたいな。で今って特にこの心とそういうもう一人作り出してる自分との差がある状態だと、やっぱりすごい苦しくなっちゃうと思うんですね。本来のこっちの自分がもうすごいわーって出てきちゃう、本来の自分として生きる時だから、これはもうやめてこうよっていうことなんですね。だけどこれをやらなくちゃって自分が思い込んでたりするから、ここをもうどんどんやめていただいて、自分の心を生きるっていうことをやっていただくといいと思います。だからとにかくそういうものにできていない自分に対して、自分が自分に対してねダメ出しをすごいしてるってことなんですね。だからその自分自身のダメ出しをねどんどんやめていって、むしろ逆で優しくもうこれからの時代は本当これが一番大事だと思う。自分に対して、もう他の人に反対されても自分が自分の応援者であって、自分が自分でもう最終的に最後まで優しくしてあげる。自分自身が自分に対して
自分と生きていくのは自分しかいないですから、そういう感じでもう常に自分が自分の味方であるっていうことですね。そのようなことをやってあげると、もう自分がねすごいまず安心するんですよ。すっごい安心しますし、なんていうのかな、動けるようになるんですね。動けるようになるし、ハッピーになるし、いろいろ良くなってきますので、そのようにやっていただくといいと思います。で、このね、どういうふうに好転していくかっていうことなんですけど、とにかくね、自分が自分に対して優しくしていくと、人が優しくなるんですよ。だから周りに厳しい人が多い人は、もう圧倒的に自分が自分に対して厳しいっていうことなんですね。だから新しい人が優しくなるとかっていうよりも、今関わってる人ですね。例えばお子さんとか旦那さんとか奥さんとか親とか、なんていうのかな、職場の人とか、スタッフの人とか、お店の人とか、そんな感じで、そういう人たちにすごく親切にされたりとか、優しくしてもらったり、愛されるようになるんですよね。なんか好きって言われたりすることが増える。なんか嬉しいですよね。で、ハッピーな人が周りにねすごく増えるんですよ。自分が自分に対して優しくしてあげて、なんかほっとしてると、本当にハッピーな人がどんどん増えてきて、これですごい好転していくと思うんですね。まずだから自分自身もハッピーなんだけど、周りもハッピーでいてほしいって思うじゃないですか。やっぱりほら、自分が幸せでもさ、周りがハッピーじゃないとなんかかわいそうだなって思っちゃうじゃない。だからこれが両方、自分が自分に対して優しくすると周りもハッピーになっていくから、すごいね、なんていうの、これで好転していくと思うんですね。で、あととにかくね、シンクロが増えるんですよ。シンクロは今まで以上に、なんていうの、ちょっと進むとシンクロ、ちょっと進むとシンクロみたいな感じで、シンクロの嵐みたいな感じになります。だから当たり前のようになるっていう感じ。何かを自分が行動した時に、もうね、シンクロで、しかも最高のものっていうのが毎回更新されていくような感じになるっていう感じですね。これはなんか例え話で言うと、この間私があったのは、買い物に行った時に、すごい楽しく買い物してて、でお会計の時になんかね、あげるって言われたんですよね。スーツケースあげるって言われて、で、いや、いらない、今必要ないからいらないって言ったんだけど、いや、なんかすごいどうしてもスーツケースをあげたいって言われて、意味わかんないですよね。でもすごいプッシュするから、じゃあしょうがないなと思って、じゃあ分かったっつって、最後までいらないって言ったのにスーツケースがなんか入ってたんですよね。入ってたっていうのも変ですけど、一緒にやっぱりもらってきたんだと思って、荷物見たらっていう感じだったんですね。でもうこういうね、面白いなって、不思議なことが起こるんだけど、で家に帰ってきたら、スーツケース見たら、ものすごいいいクオリティのスーツケースだったんですね。ちょっとなんか普通じゃ買えないようなっていうか、いいやつだったの、とにかくね。なんでくれたのかが全く分かんないんですけど、それでプラス、なんか久しぶりに買い物行ったんですけど、なんかそのスーツケースによって、もう日本行こうとか、こう海外行こうっていう、旅が大好きな私とか子供たちも大好きなんだけど、長らく行ってなかったので、そういう感じでもうね、もうなんかその行く気になっちゃう、もうもらっちゃったから行く気になっちゃうみたいな感じで、そういうようなことが、不思議なことがやっぱ起こるんですよね。でこういう流れがもう勝手にできちゃうみたいな感じだけど、そうこういう感じですね。だから日常生活がなんか不思議なこと起きたりするんだけど、これがもう本当にいい導きみたいになって、楽しい感じのことが起きてくるってことなんですね。あとはあとなんだっけ、これは好転していくよね。これが優しくして好転、なんて、周りの人からの、あとその仕事のオファーとかがすごいなんかメールでいっぱい届いたりとか、あとなんか宝くじまでいかなくても、なんかこういう私のスーツケースみたいな感じで何かに行くと、なんかすごい待遇 VIP 対応みたいにされたりとか、なんか部屋がないと思ったらその部屋がすごいいい部屋になっちゃったとか、席がないと思ったらその席がなんかガラーンとガラ空きになっちゃったとかっていう感じで、なんかそういうもう日常がめちゃくちゃ良くなるし、で人にもよくされるから、結局なんかいいことずくめみたいな感じになるんですね。だから本当好転してっちゃうんですよ。でまた人が人を呼んできて、ご縁もすごくいいご縁がたくさん増えてくるから、好転してっちゃうということなんですね。
そうそうそう、これが本当にね、だから自分が自分に対して優しくするっていうのをどんどんやっていただくといいと思いますね。皆さん優しいですかね。で厳しいですよ、とにかく。なんかブロック解除とかだから潜在意識の書き換えをねやってて、とにかく厳しい人が多くて、それでなんかこれでいいやって思ってるんだけど、自分が自分に対してやっぱ激甘ですよね。もう激甘くしてあげるっていうのがすごい大事だから、なんかあえてもう超優しくしてあげるってことですね。そうすると自分の気持ちがね、なんていうのかな、ふーっと力が抜けるから。でハードルがすごい高いんですよ。とにかくエベレスト級に自分のハードルが高いですから、それを低くしてあげてゼロぐらいにしてあげるといいんじゃないか。0とか1でもちょっとでもいいからなんていうの、低くしてあげることによって、自分が動けるようになるし楽になるし、だから今とこれからの時代は絶対に優しくしてあげた方がいいですね。こっちの方が絶対に好転していくから、ここの中でたまに厳しさ出したっていいんだけど、厳しすぎちゃうから、あえてもう優しくしてあげる、こっちをねやっぱ優先的にやった方がいいですよ、っていうことですね。はい、分かったかな。で本当にね、自分と生きていくのは自分しかいなくて、24時間365日自分と一緒にいるのは自分しかいないですね。だからいつも自分が自分に対して応援してあげてれば、この人生っていうのは本当にもう華やかで楽しくてハッピーなものになっちゃうってことなんですよね。いつも24時間365日ダメ出しされてたら、そりゃさ沈みますよね。だから優しくしてあげる。好転してきますから、びっくりするぐらい好転していくから、ぜひぜひやってみてください。でコメント欄にぜひそうだな、今の自分の状況とか書いていただけるといいんじゃないかと思いますね。優しいですかね皆さん。私はずっと厳しかったので、優しくなったことによって好転していってる方もいると思うから、そのエピソードとか書いていただけると嬉しいですし、